それでは冒頭、私の方から、2つ話をさせていただきたいと思います。1つは看護師等の人材確保策について、2点発言させていただきます。第一はオミクロン株による感染が例を見ないスピードで進んでおりまして、沖縄など一部の地域では医療従事者が就業できなくなって、医療現場の負荷が上がるという状況も見られております。このため、都道府県や医療機関に対して、改めて診療機能の維持、継続に向けた取り組みを確認いただくようお願いをいたしております。その点については、従来からお話ししているとおりです。でその上で、第一に、看護職員の労働者派遣について、これまでは僻地の医療機関に限り認めてきましたけれども、臨時の医療施設については、人材確保の緊急性に鑑み、僻地以外にあるものへの派遣も可能にしたいというふうに思います。今夜、開催される職業安定分科会で了承いただければ、今日中に関係省令を改正施行したいというふうに考えています。第2はですね、在籍出向の形で、現在勤務している医療機関と異なる医療機関に医療従事者を派遣する場合に、派遣元の医療機関に補助する仕組みがございます。でこの補助金につきまして、高齢者施設で患者が発生した際の対応を強化するために、この高齢者施設についても、看護師等を派遣する場合の補助単価を2760円から5520円に2倍に引き上げることとしたいと思います。こうした取り組みが医療従事者の確保への後押しとなることも期待しておりますし、今後とも自治体とともに医療体制の整備に全力を挙げてまいりたい、そのように考えております。それから第2点でございますけれども、ワクチンの3回目接種のペースアップについて一言申し上げます。昨日1月20日の時点で3回目接種は約178万回となっておりまして、全人口の 1.4%、接種対象者の 12% でございます。なんとかこのペースアップを図っていかなければというふうに考えております。3回目接種は昨年12月より開始しておりまして、ワクチンは昨年中に1600万回分配送しておるところですが、多くの自治体では1月から本格的な接種を実施するものと承知しております。しっかりと体制を整えて進めていきたいと思います。また、3回目接種は高齢者や基礎疾患がある方など、感染によるリスクの高い方の健康を守るために、大変重要なものでありまして、また社会全体のリスクを下げるためにも必要なものでございます。今後、ファイザー社とモデル社のワクチンを活用して、3回目接種を進めていくことになりますが、国民の皆様の中には、接種後の発熱の割合が高かったこともありまして、モデルナ社のワクチンを接種することを躊躇されるという、そういう方がいらっしゃるとも聞いております。1回目、2回目にファイザー社のワクチンの接種を受けた方が、3回目にファイザー社のワクチンの接種を受けた場合も、モデルナ社のワクチンの接種を受けた場合も、いずれにおいてもオミクロン株に対して抗体価の十分な上昇、発症予防効果の回復、入院予防効果の回復といった効果が報告されておりまして、専門家の評価として両社のワクチンの有効に遜色はないというふうに聞いております。加えてモデルナ社のワクチンの3回目接種での接種量は1、2回目接種の半分の量となっておりまして、
モデルナ社のワクチンによる2回目接種後と比べた場合、3回目接種後では発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことも報告をされております。3回目接種を推進するために、自治体におかれましては、こうした情報を住民の皆さんに十分にお知らせをいただきつつ、ファイザー社のワクチン、モデルナ社のワクチン、双方のワクチンの接種を推進していただきたいというふうに思っております。国民の皆様におかれましても、ご自身の健康と社会を守るために、いずれのワクチンであれ、できる限り早く早期に接種を受けていただくよう、ぜひご検討いただければと考えております。以上でございます。